さんこんにちは、さきです。本日はセルブの新作コスメの紹介です。はい、ということでラテグローぶりに新作のコスメがセルブからついに登場いたします。今回ですね、作ったアイテム、こちらのコンシーラーになるんですけれども、1年半から2年くらい約年月をかけて作った本当に楽しみにしていた私の自信作がやっと発売になるということで、今回はこの使い方と、商品の詳細だったりとかレビューをしていこうかなと思います。それでは動画スタート。まずこちら名前がピュアポリッシュコンシーラーという名前になります。もともとセルブで発売しているピュアポリッシュクッションファンデーションテクスチャーを元に作らせていただいているので、ラインナップということで名前もピュアポリッシュのコンシーラーという感じにさせていただきました。まず容器はこんな感じです。セルブから出すコスメで初めてピンク以外のパッケージのアイテムを今回出しました。私が作ろうって思ったコンシーラーのテクスチャーだったりとかイメージを元に白乳感のある真っ白ではなくってミルキーな肌に溶け込むようなヌーディーカラーに仕上げております。ここはゴールドなんですけど、セルブでも使用しているイエローゴールドとピンクゴールドの中間みたいな感じのゴールドにしています。このゴールドもちゃんとこのベースのここの容器とここの容器と合うように調節して色味を作っているものになります。よく見るとね、この真ん中に刻印がされていてセルブのマークが刻印されております。これもすごく高級感があって可愛いアイテムになっています。フロントのところにここ商品名を書かせていただいておりまして、マークもついてたりとかで、このまま独立して立つんですけど、ドレッサーとかコスメボックスに置いててもすごく可愛いアイテムになっています。でどうしてもね、コンシーラーって結構割とパッケージが簡易的というかシンプルなものがすごく多くって、毎日使うものだから私は特別なものにしたいなと思ったので、ちょっと高級感のあるちょっとリップグロスみたいなパッケージにこんな感じのクリアなものにしました。ポイントはね、全体に埋まってるんじゃなくて、この抜け感を出したかったから、ここの中央のところまで中のこの部分しか色がついてないようなものにしております。これ結構こだわりで、中のテクスチャーが入った時にどう見えるかっていうのを考えながら先にこのパッケージをデザインしたんですけど、自分でこれ私がパッケージデザインしてるって分かってるのかな、みんな。私も 100% かけるわけじゃないんで簡易的にですけど、自分で作成したデータ通り上がってるっていう感じです。もう本当にバッチグーというか、私的にはもう大満足だし、今までと違うっていう、そのピンクのコスメとかにも馴染むようなアイボリーっていうのもいいし、なんかね、ほんとどの空間にも溶け込むナチュラルなヘルシーなパッケージがすごくお気に入りになっています。お値段が税込みで2690円になっております。セルブまだまだちっちゃいブランドなので、本当はコンシーラーもう気持ちお安い価格帯にしたいなとは思ったんですけれども、規模感がねもっともっと大きくなっていかないとコストもやっぱり下げられないっていう現実的な問題もございますので、これからみんなでセルブを盛り上げていって、どんどん大きくしていって、どんどんコスト一緒に下げていこうみたいな感じで、物価は高騰していきますけれども、皆さんが応援していただけて、良さを共感していただいて、無理強いはしないけど共感していただいて、いいって言っていただけて、ロングセラーになっていただければ、どんどんコストが下がるっていう社会科現象になりますので、ぜひ皆さん頑張っていきましょうっていう感じになっております。まずこの容器の中のチップですね。結構これも重要でこだわったものなんですけど、こういう感じのちょっと平ためのブラシに今回はしています。テクスチャーに合わせてこのまんままっすぐしっかりムラなく塗れるように馴染むような平たいものにしています。で逆にこうやってちょんってすると小回りが利くように、ニキビだったりとかポイント付けする時に使えるようにちょっと逆さにしていただけたら、ここがちょんって丸くなるので、これも加味しながらこのチップを作らせていただきました。結構ね、毛流れの毛量とかでも塗布の感じというか、塗布した時のつき方っていうのが変わってくるんだけど、今回このパッケージの中に一緒に付属でついているものに関しては割と毛足が短すぎもなく長すぎもないというか、しっかりとついてくれる。長すぎるとベチャってついて塗布量を調節するのがすごく難しいんだけど、逆にコンシーラーのそのチップの部分が短いとちょっと乾燥しやすいというか、ダマになりやすい、ムラになりやすいような感覚が私の中では個人的な経験談であったので、中間のものを選ばせていただきました。今回作ったカラーはポイントでベースで使っていただけるこちらの2色ですね。こちらが
2番のアイボリーになります。19号から、だいたい21号ぐらいクッションファンデーションとかリキッドファンデーションをお使いの方にすごくおすすめで肌なじみのいいようなカラーになっておりまして、こちらが03番のナチュラルですね。ほんと名前の通り暗すぎもなく21号から23号あたりを使っている方におすすめな肌なじみのいいカラーになっております。特別どっちかが暗くって特別どっちかがすごく明るいわけではなく、本当に日常使いしていただきやすいようなカラーに今回はしております。で、特別なのがまずこちらが01番サーモンというカラーになっております。他の2つに比べると結構オレンジ味が強いのがお分かりいただけるかと思うんですけれども、こちらはクマだったりとか、ここのクマね、青クマだったりとか、あとはこの眉毛の振り残しっていうのかな、抜いたりとか剃ったりとかした後とか、あと眉サロンとか行ったとしても毛穴はないけどここがちょっと青くなっちゃうとかっていう方とかにもここら辺につけるとすごく馴染むようなおすすめのカラーになっております。あと男性とかだったら青ひげをカバーしたいとかっていう方とかにもすごくいいカラーになっております。こっちの方は普通のコンシーラーだと思っていただいて、ニキビ跡だったりとかシミそばかすをカバーしたい部分だったりとか、肌の赤みだったりとかをカバーしたいとか、クッションファンデーションだけだとカバー力が足りないよっていうところにプラスしてカバーしたいところに、塗布していただいたりとか、肌色とかにもよるかなとは思うんですけど、こちらのカラーが普段使っているものよりも明るめと感じた方は涙袋だったりとか、あとは鼻のハイライトとかにも使っていただけるかなと思います。こちらのコンシーラーの特徴ですね。テクスチャーはとにかく今回は肌に溶け込むような軽いタッチでカバーしてくれるものをゴールとして作らせていただきました。とにかく本当に軽くって、セレブから発売してるクッションファンデーションもすごく軽いつけ心地っていうのを伝えてると思うんですけど、今回もそれ同様最初はこんな感じでね、クリーミーにつくんだけど、ポン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 ってスタンプのように押していくと表面感がマットでサラサラになるような魔法のお粉みたいな、こんな感じのテクスチャーになっております。なのでコンシーラーなんだけど高密着っていうのとちょっとパウダリーっぽい感じ、なおかつヒアルロン酸を今回配合しているので乾燥しにくい、高保湿とまでは言い切れないんですけれども乾燥しにくいものになっています。結構ね、皮脂崩れだったりとかって乾燥によって起きたりとかすることが多かったりするので、高カバーなもののアイテムに関してはちょっとヒアルロン酸をプラスしてあげて、なるべくお肌に潤いをキープした状態でメイクができるようなテクスチャーに今回仕上げております。私結構混合肌で普段乾燥しやすくって、お家でも暖房もつけないし床暖しかつけない、冬は床暖しかつけなくって、夏もつけたとしてもドライで、基本ドライもつけないで、冷房をつけたりとか暖房がとにかく一番ダメなんだけど、本当にエアコンの風に当たってしまうと一瞬でここら辺とここら辺が、あとここね、めっちゃテカってくるの。なのでほうれい線っぽく見えたりとかニキビができたりとか、すごく肌トラブルを起こしやすい肌なんですけど、そういったものとかも起きないようにとにかく高保湿なもの、家でつけないけどオフィスはガンガンにクーラーついていたりとか、スタジオに行ったりとか撮影してる時とかは暖房がめちゃめちゃついてたり冷房ついてたりとか、外の環境下って結構自宅とは変わるんですけど、そういう状況下の中でも長時間キープしてくれるものっていうのを、自分の体験談をもとに作らせていただきました。結構コンシーラーって相性があるかなと思うんだけど、割と私が本当に相性が悪いものになると分かりやすくよれやすいタイプなので、本当に私みたいなタイプでも大丈夫、化粧品の合う合わないが結構極端に分かれる方とかでも使っていただきやすいようなテクスチャーにしております。で、さっきのクリーミーなテクスチャーあったと思うんですけど、あそこぐらいまでクリーミーにしたので、とにかく高密着でお肌の凹凸っていうのを割となくしてくれるものになります。で、クッションファンデーションもその凹凸をなくすっていうのにすごく滑らかな肌に導いてくれるっていうのをすごく大切にしてたんですけど、滑らかな肌にして毛穴を埋めるって言い方あんま好きじゃないけど、ちょっとこう凹凸をね滑らかに均一にしてあげると、ある程度シミそばかすがあったりとか肌トラブルがあったとしてもすごくお肌がつるんとした陶器肌、剥きたての卵みたいな雰囲気になるので、そこを目指すためにクリーミーなテクスチャーにさせていただきました。あとは本当にクリーミーなので少量つけていただいただけでかなりしっかりとカバーができるので、そんなに量を塗らなくていいっていうお肌に負担をかけにくいっていうポイントもあるかなと思います。今回はカバー力っていうのを上げようと思って作った製品ではなくって、とにかく高密着っていうのをメインで作ったものなので、カバー力イコール重たさが絶対に出ちゃうと思うんですけど、そこをすっ飛ばして高密着っていうところにフォーカスしたおかげで重たさを感じないままカバーができるっていうのがすごくこのアイテムの一番いいところかなと
思います。若い子はどうかわからないんだけど、20後半ぐらいかな、いっぱいつけてた。めっちゃガン塗りで厚くして、厚いクッションファンデーションの上に塗らなきゃと思っていっぱいコンシーラーも塗って、すごいお肌をカバーしようとしてた時代があったんだけど、やっぱ肌から見るとすごく暑苦しい感じと、5ミリぐらい積雪してるんじゃないっていうぐらい、こうやって描いた瞬間にここビーってなるみたいなくらい、本当にすごく厚塗りをしてたんだけど、厚塗りって老け顔にすごく見えやすいのと、今の時代のトレンドメイクは割と抜け感だったりとか、ナチュラル志向じゃないけど割と素肌感が見えるようなエアリーな感じの肌っていうのかながすごくトレンドだと思うので、そういったお肌にするためにもすごく適しているものなんだけど、カバー力ももちろん忘れてないよっていう感じ。カバー力がこう密着で補ってます感じのアイテムになっております。結構セレブのアイテムって何歳ぐらいの方が対象なんですかって言われるんですけど、セレブのアイテムっていうのは基本的に本当に全世界の人に向けて作っているアイテムなので、もちろん性別ね関係ないですし、年齢も関係ないですし、もちろん赤ちゃんに対応してるっていうものではないので、赤ちゃんとかだとあれなんですけど、基本的にはどの年齢層の方にも使っていただけるようなアイテムかなと思います。今回重たくしてない分、重ねてレイヤリングしていただいたりとかして、厚さを自由にお好みで調整できるっていう利点もあるので、しっかりとカバーしたいよっていう方とかは全然時間を置いてなじませてから、また上からカバーリングとかレイヤリングしていただくと、よりしっかりとムラのない綺麗な肌になってくれるかなと思います。使い方の順番なんですけど、基本的にお好みで大丈夫なんですけど、下地塗ってコンシーラーからのファンデーションからのパウダーの人もいると思うし、逆に下地塗ってコンシーラーパウダー以上とかの人もいると思うし、ファンデーションコンシーラーパウダーの人もいると思うので、その使い方は全然どちらでも大丈夫です。ただ結構高密着なので、私は下地塗った後にこれを塗っていただくのが一番綺麗。その後のクッションファンデーションの塗布量がだいぶ少なくなるかなと思うので、私はそういったやり方でいつも塗っております。あとこちらのサーモンの色味、後ほどまたタッチアップしていくんですけど、サーモンのお色味に関してはニキビ跡とかシミそばかすをカバーして肌をトーンアップさせるっていうよりかは、本当にスポットでこの青クマだったりとか眉尻の反り跡だったりとか、色補正をしながらカバーしていくところに効くものなので、これに関しては必ずファンデーションの後ではなくてファンデーションの前に塗ってください。ファンデーションの後に塗ってしまうとオレンジの色が結構濃いので、肌補正をしてくれるもののここだけがすごいオレンジの人になっちゃうので、01番サーモンだけお使いいただくときはお気をつけください。はい、ということで実際にタッチアップをしていこうと思います。親指側からアイボリー、ナチュラル、サーモンっていう3色展開に今回はなっております。こちらのサーモンのカラーを紹介していきます。ちょっとオレンジっぽい感じに仕上げております。実際に塗布するとこんな感じのカラーになってます。ちょっと一応比較のために1色ずつ全部3色とものせていきます。こんな感じで3色になっております。上からサーモン、アイボリー、ナチュラルになってます。01番はクマとかを改善してくれるようなカラーにしたかったので、ちょっとオレンジ味を帯びたようなカラーになってるので、ベースの肌の色よりも黄身と赤みがあるようなオレンジっぽいカラーになってます。こちらに関しては普段クッションファンデーション19号が21号をお使いの方におすすめ、ちょっと明るめなカラーになってます。最後のこちらのナチュラルが23号お使いの方だったりとか、あとちょっと肌が割とラテ肌だったりとかヘルシーなナチュラルなお肌の方とかにおすすめな色味になっております。で、私は普段19号か21号のクッションファンデーションだったりとかリキッドを使うので、だいたい使うのはこちらのカラーになります。商品の、塗り方をする前にちょっとテクスチャーを紹介したくて、塗った瞬間はこんな感じで、もう本当にダマにならないくらいスーッと伸びる。割とコンシーラーとかって固めのテクスチャーのものが多くって、カバーさせるっていうのが、目的なアイテムだから、結構カバー力を高くしようとするとすごく液体自体がすごく硬くなっちゃう。だけどほんとスルーって柔らかく伸びるような感じなんだけど、本当に不思議なのがこうやって伸ばしていくとちょっとお粉っぽい感じでパウダーっぽくどんどん溶け込んでいくの。こんな感じでもう本当にサラサラ今してる状態で、全然ベトつきがない状態。こんな感じでね、塗布した瞬間はクリーミーなんだけど、で伸びやすいんだけど、これをなじませていくと瞬間的にかなりパウダーっぽくなるっていう、私が一番作りたかったテクスチャーにいたしました。今ね、お肌は下地だけ塗っている状態になります。サーモンはクマをちょっと隠していくようなイメージ。こんな感じで目の下にのせていきます。
こんな感じでちょっと目の下がオレンジになったの分かるかな。セレブの下地を使っている方はセレブのピンクの下地をここに塗ってもらって、クマをある程度隠した上でさっきのサーモンをこちら塗ってもらって、その上からピュアポリッシュクッションファンデーションを塗ってもらうっていう順序で一番いいかなと思います。この青クマだったりとかにすごく効果的で、こういう風に下にハの字に垂れ下がってるようなものが目の下がふっくらするようなイメージになります。やっぱりピンク味だったりとかオレンジだったりとか、ちょっとそういった色味が入ってくるとすごく目の下がふっくらするので、こっちとこっちで比べてみてもらうと、分かりやすいんだけど、ここがねすごいへこんで見えるの分かるかな。こういう感じでこっちの方が全体的にちょっとこう前に出た感じになるので、すごくクマが完璧に消えるっていうよりかは、肌自体の色補正をしながらプラスちょっとふっくら見せながら目の下脂肪移植みたいなテンションでクマを隠してくれるっていうコンシーラーにしております。眉毛の反り跡、青みがあるところ、こういう感じ。多分眉毛をさ、今時代によって結構変えたりとかしてて、色が反り残しの後とかで青くなってる人とかは眉尻っていうのかな、上らへんとかにこういう感じで仕込んであげると一気に色味が補正されて、結構オレンジの色が強いコンシーラーなのでかなり改善されるかと思います。男性でもメイクするじゃん最近。青ひげとかに塗ってもらってからクッションファンデーションしてもらうと、本当にここら辺の脱毛とかでも隠せないようなとかも全然カバー色味補正されるので、普通にそのまま直でクッションファンデーション塗ってもらうよりかは全然はるかに綺麗になるかなと思います。なのでこれはポイント使いっていう感じですね。カバーをするっていうよりかはどっちかっていうと色味補正の強化バージョン、下地とかコントロールカラーの強化バージョンっていう感じで覚えてもらってたらいいかなと思います。なので普段使ってるコンシーラーと、2個持ってた方がすごく使い勝手がいいかなっていうアイテムです。続いてこちらのアイボリーを塗っていきます。03番のナチュラルは私のベースの肌だと暗すぎてしまうので、こちらの21号で試させていただきます。気になるところに塗ってくださいっていう感じ。私だったらこのニキビ跡、別にこのままでもいいんだけど、ちょっとこういう感じで中央に塗ってあげる。でももちろん手でやってもらってもいいし、クッションファンデーションのパフとかで伸ばしたりとかしてもらっても全然いいし、何でもいいんだけど、そばかすとかシミだったりとかがだいぶ和らぐ。こっちが今塗ってない方、塗ってる方、塗ってない方、カバーしすぎない、バレないカバーみたいなのすごく気を使ったので、かなりナチュラルかなと思います。ここは点置きになってるんだけど、こことかはちょっと時間経ってからこういう感じでちょんちょんってしてもらうとより綺麗にカバーできるかなと思います。こういうタイミングに限ってニキビとかできてないからすごい分かりづらいんだけど、あと今ここくすんでるじゃん。ちょっとこういうくすみとかにギュッと上げながらのせてもらってなじませると、口元ってすごくくすんでくるから、こんな感じですごく明るくリップラインがちょっと上に上がったように見えるっていう。これ今くすんでる方ね、黄色いじゃん。ちょっとこっちが今塗った方、すごいちょっと均一感があるっていう感じになっております。さらにカバーしたい方とかはこれをもう一回重ね塗りしたりとかしてもらっても全然大丈夫っていう感じです。あとは最近ペンシルとかもあるので、これ自体は使わないよっていう人とかもいるかもしれないんだけど、涙袋だったりとか T ゾーンだったりとかふっくら見せたいところにのせてハイライトとしてお使いいただいたりとかするのも全然ありかなと思います。実際に今半分をコンシーラー塗ってて、半分がコントロールカラーだけ塗ってる状態になります。私まだこっちファンデーション塗ってないんだけど、しかも本当に少しほんのちょんちょんとちょん塗っただけでかなり自然にカバーされてると思うんだよね。ここら辺の毛細血管だったりとか赤みだったりとか、こっちは結構ここら辺が赤かったりとか、ここら辺がちょっと木くすみがあったりとか、あとこの眉毛の部分がちょっと青かったりとかするんだけど、ここら辺は全体的にムラがないような感じに仕上がってるかなと思います。本当に少量で大丈夫なので、多分一生使えるぐらいの感じかなと思います。はい、ということで今回の解説いかがだったでしょうか。こちらのクッションファンデーションじゃなくてコンシーラー、8月の8日の21時からウェブが発売スタート。テルブの店舗があるのが、直営店舗だと名古屋、梅田、渋谷と札幌にはダーリッジの中にセレブがショッピングで入っているので、そちらでお買い求めいただけるかなと思います。セレブのねインスタもねぜひ楽しみにしていただきたいなっていう、私のインスタをね見てくれてる方はねご存知かと思うんですけれども、今回の撮影も私がデザインしておりまして、今回のね動画だったりとか9枚の投稿だったりとか雰囲気だった
ったりとか全て考案させていただいているんですけれども、そのエアリーな感じと本当に高級感あふれる感じ、バレリーナのヘルシーバージョンみたいな感じ、バレエコアとはまた違った意味の私はバレリーナっていう意味をコンシーラーにイメージをコンセプトに掲げていたんですけど、ちょっとヘルシーな感じ、柔らかいベージュを使ったウッド調だったりとか、アイテムが結構ヌーディーで肌に溶け込む感じだったのと、あとここを白乳感あるようなヘルシーなカラーにしてたので、バレリーナのチュールとかふわっとして広がるようなエアリー感っていうのがすごくこのテクスチャーにぴったりだなと思ったので、それプラス女性らしいちょっと曲線だったりとかをイメージしたりとかしながら作った撮影イメージとアイテムになるので、そちらも楽しんでいただけたらなと思います。わざわざ木のプロプスとかさ、既製品がさ、どうにもこうにもさ、これもね 100% の形じゃなかったの、正直なかったの。本当にあとは拾ってくるしかなかったんだけど、しょうがなかったんだけど、これとかも表面ちょっと削ってもらってちょっとベージュに近づけてわざわざやってもらっているものになります。あとはちょっと花を、結構セレブ花使いがちなんだけど、花っていうよりかはこれから咲きますだったりとか、本当に咲いてるお花はワンポイントでこういう感じで使ってもらってたりとか、そういうところがね結構私のこだわり。黄色い花か白い花以外絶対に出さないっていうのをもともと撮影の時に決めてたので、お花屋さんに花は絶対アイボリーか真っ白も嫌だったの。しかも柔らかい黄色をイメージしたお花で小ぶりなものを選んでくださいっていう指定まで、茎が一番メインでお花がちょんちょんぐらいのものがいいですっていうのもお花屋さんに伝えて作らせていただいた次第でございます。フォントの指定までね、なんかわかるかな語り出したら止まらないんだけど、コンシーラーのここのフォント結構ミックスさせたんでね。フォントゴシック調と筆記体ではないんだけど、ちょっとフランスっぽいみたいな感じのものをミックスさせた感じ。このオレンジもあったからユニセックスな雰囲気にもしたいなと思っていて、ちょっと甘めすぎても嫌だなと思ったので、バレエコアみたいな雰囲気にするのは嫌だったんで、ピヨンだけじゃなくてゴシック調とミックスしたものでお願いしますっていう細かい指定までして作らせていただきました。こだわりの強い女っていう感じになっておりますので、本当に自信作なので皆さんに本当に楽しんで使っていただけるかなと思いますし、毎日朝メイクするのがすごく楽しくなると思います。本当にお部屋に飾ってても本当にやっぱ可愛いし、パッケージもすごくその分こだわっているので、もちろん中の質もいいですし、皆さんの毎日がハッピーにこちらのおかげでなれたらいいなという思いで作らせていただきましたので、皆さん楽しみにしていてください。ということで皆さん本日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。バイバイ。